運動神経ばかり使っているからということです。皆さんこんにちは。今回の動画では指トレーニングしない速い指の動かし方と楽な腕の動かし方をお伝えします。この方法が身につくと指トレーニングなしに指を速く動かすことができます。そしてなおかつ腕を楽に動かすことができます。多くの方が指が速く動かない、腕が楽に動かない、こういった時にまだまだ指のトレーニングが足りないんだ、もっともっと頑張るぞと思ってらっしゃることだと思います。なぜわかるかっていうと、僕もそうだったからですね。けれども指トレーニングをしても音が汚くなるばかりで全然早く動くようにならないなと僕は感じてしまったんです。そこから解決策を模索するようになりました。もし今ご覧くださっている皆さんがかつての僕と同じような状況を抱えていらっしゃるなら、きっと役に立つ方法だと思います。結論です。指が早く動かない、腕が楽に動かない、そう感じていらっしゃる方のほとんどは指を早く動かそう、腕を楽に動かそうとしているからです。なんだそれって今思われましたよね。でもこの動画を見るのをやめるのはちょっと待ってください。先ほど指が早く動かない、腕が楽に動かない、そう感じていらっしゃる方のほとんどは指を早く動かそう、腕を楽に動かそうとしているからだと言いましたよね。ちゃんと理由があります。僕たちには運動神経と知覚神経があります。運動神経、よく聞く言葉ですよね。例えばスポーツ万能の友人に運動神経いいねなどというように使ったりします。運動神経は主に体をどのように動かすか、脳からの指令を体に伝える神経です。一方で知覚神経は見る、触るなどの感覚に関する情報を脳に伝える神経のことを言います。この神経があるおかげで僕たちはご飯を食べて美味しいなとかですね、例えば手冷たいねとかっていう風に感じることができます。ここで面白いことを一緒に試してみましょう。まず腕を出していただいて左右に動かしてみてください。どうですか？心地よく動くでしょうか？次に何かを力強くギュッと握りしめてみてください。僕はちょうどコップがあったのでこれを使ってみたいと思います。力強くギューッと握りしめてください。そのまま先ほどと同じように腕を左右に動かしてみてください。力強く握ったままですよ。どうでしょうか？明らかに動きにくいですよね。では今度は皆さんが持っているものの感触を確かめてみてください。僕のコップはステンレスなのでガラスに比べて少しだけザラッとした感触があります。この感触を味わいながら、触覚を使って感触を味わいながら、さっきと同じ腕を左右に動かしてみてください。どうでしょう？心地よく動かすことができますよね。つまり僕たちは運動神経と知覚神経の両方をバランスよく保つと心地よく動くことができます。指が速く動かない、腕が楽に動かない、そう感じていらっしゃる方のほとんどは指を速く動かそう、腕を楽に動かそうとしているからと言いました。つまり運動神経ばかり使っているからということです。ピアノを弾くときに指ばかりを動かすのではなくて、鍵盤の感触、まさにこの触った鍵盤の感触ですね。この鍵盤の感触を味わいながら弾くと指を速く動かすことにつながり、そして腕を楽に動かすことにもつながっていきます。速く指が動かない、楽に腕が動かない、そう思ってらっしゃる方のほとんどは運動神経を使いすぎです。例を挙げてみましょう。ショパンの黒鍵のエチュードの中にこのようなパッセージがあります。このパッセージには複数の動きが含まれています。まず指は幅の狭い2度、そして広いオクターブ、さらに手のポジションが移るので
腕も動きます。そしてまた2度、オクターブ、また腕の位置が動く。たったこれだけのパッセージですけれども、このように複数の動きが含まれています。このパッセージを早く弾くときに、指を早く動かそうということは、これらの動きに加えてさらに運動神経を使っていくということです。指を動かそうと思って今のパッセージを早く弾くと、このような感じになります。どうですか？音汚いですし、何よりも体も心地よくないし、そして素敵な音楽と僕は感じたいんですよね。こういった時こそ鍵盤の感触を味わいながら、鍵盤の感触を感じながら、楽しみながら弾くことが大切です。もし皆さんの目の前にピアノがあれば鍵盤を触ってみてください。どうですか？鍵盤が冷たく、硬く、そして何か皆さんを拒絶しているかのように感じてしまっていませんか？鍵盤は心地よい温度で、それでいて少し弾力があるように感じられます。まるで皆さんに触れてもらう、タッチしてもらうことを待っているかのような、それが鍵盤です。そう感じたら音を出してみましょう。心地よく指や腕を連動して動かすことができるはずです。これが指トレーニングしない速い指の動かし方と楽な腕の動かし方です。運動神経と知覚神経をバランスよく保つことで、僕たちは心地よくピアノを弾くことができます。コップを使った例では多くの方がこの効果を実感してくださったものと思いますが、ピアノの鍵盤の上でこの効果を実感することは決して簡単なことではありません。だからこそ日々の練習の中でコツコツと試行錯誤することが大切です。今は鍵盤の上ではできてなくても、コップを使った例でうまく感じられたという方は、必ず鍵盤の上でもできるようになります。必ずです。また一緒に頑張りましょう。